尺八の疑問。教えてマスターヨウさん。皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの帯渚です。マスター鷹山です。はい、今日は久しぶりにこのコーナー行ってみましょう。はい、教えてマスターヨウさん。久々ですね。そうですね。はい。今回の質問はおびちゃんに対して。そうなんです。私の SNS で募集しまして質問をね、でお寄せいただいた質問にお答えしようということで、もちろんこの YouTube のアカウントにも質問をお寄せいただいたので、その質問にも答えていこうと思います。ではもう早速いきましょうか。この質問やっぱりすっごく多かったんですけど、数ある楽器の中から尺八を選んだきっかけはということで、この YouTube の中でもお話しさせていただいたことはあったかと思うんですけれども、東京オリンピックが決まった時ですね。その時にちょうど私が山陽放送のアナウンサーで岡山にいたんですけど、東京オリンピックが決まったということは何かこう日本の文化とか和楽器とか習ってみたいなと思って尺八か琴か三味線か迷って、でそしたらたまたま岡山のその家の近くに尺八教室があるということで体験しに行って、その尺八教室はどうやって見つけたんですか？なんかね、確かネットで見つけたんじゃなかったかな。尺八、岡山とかでそうなんです。で行ってみて、もうおじいちゃんが一人でやってるようなお教室だったんですけど、マンツーマンで、で吹いてみたら全然吹けなくって、何これこんな難しいんだって思って、それが悔しくてやってみたいと思ってその場で入会したんです。なるほど。今はそんなこと全然ないんですけど、もともとは尺八は男性が多くて、お琴は女性が多いっていうイメージが昔はあったんですけど、そこに関してはなんか特に抵抗とかなかったんですか？特にそうですね。なんか尺八の方が持ち運びしやすそうとか、なんかそんなような考えで。なるほど。そうですね。じゃあもう全然何の抵抗もなく、尺八があるならじゃあ尺八やろうみたいなそうですね。だったんですね。で、他の質問にもあったんですけど、おびちゃんが尺八を始めてから綺麗に音を出せるまでどれぐらい時間がかかったんですかということで、これ僕自分が質問されたらすごい困りますけどなんかどの時点で綺麗になったって言えるんだろうみたいな。いや、聞いてみたいです、おびちゃん。まずその尺八って綺麗な音どうこう関係なく、音を出せるか出せないかって、そうですね。そこが大事。綺麗かどうかの前に出せるか出せないかですよね。で、私はその岡山の教室通ってた時は全然音が出なくてカスカスで、なんでって余計強く吹いちゃって、もっと余計出なくなっちゃうっていう悪循環だったんですけど、嫌になっちゃって尺八も通うのが憂鬱になってきちゃって、音出なかったら嫌ですよね。そうなんです。で、一旦もう実家の奥底にずっと眠ってた時期もあったんですけど、独学で YouTube 見ながらやってみて、で上永さんとの出会いもあってという感じで、歴で言うと私も10年近く、5年以上だから年数の長さじゃないってことですよね。そうなんです。音が出せないと永遠に出せないし、そうなんです。きっかけがつかめれば、結構すぐ出せるようになっているけどっていう。本当にそうですね。上永さんと出会ってからはすぐ出せました。なのでぜひご覧の皆様は本当にマスター鷹山さんの教えを聞いていればすぐに出せると思います。この動画を見てください。あとですね、尺八道の最終的な目標は何ですかという質問もいただいていました。これはもうタイトルそのまま登山流の師範じゃないんですかね。師範への道というタイトルでやらせていただいてますけど、まずは私の一番大きな目標として書面っていうのがあったので、それは先日無事に取得できたので、もう本当にもう夢叶ったという感じなんですが、もう一つの夢として、やっぱりエトピリカを吹けるようになるっていうのが、もう大きな目標ですかね。なるほどなるほど。今現在のその師範になるとか、もうその上の目標よりも何よりも、まずはもうエトピリカを吹けるようになりたいっていうのが今人生の目標です。人生の目標エトピリカいいですね。もうすぐ達成できると思うので頑張りましょう。頑張ります。上永さんの最終的な目標とかあるんですか？最終的な目標ですか。なんだろうな、尺八が持つ可能性っていろいろあると思うんで、
こうコミュニケーションの手段として僕は使っていることが多いので、もっともっとこの尺八を通じていろんな人やいろんな音楽と出会いたいなと思いますし、その一方でやはりもともと修行のものでもあったから、いつか一音成仏というその悟りの境地に、今はね絶対無理だと思うんですけど、いつかすごい年を取った時とかにこう尺八と自分だけで向き合ってそういう域までこう達することができたらそれもいいなと、思いますね。そもそもなんで尺八だったんですか？改めてですね、僕はテレビゲームの音楽が大好きだったんですよ。で小さい頃からピアノでそれを弾いてたんですけど、テレビゲームの音楽って世界中のいろんな民族音楽がこうあって、僕は特にアイルランドのちょっと音楽にそこで興味を持って、アイルランドの笛吹きたいなと思ったんですね。ピアノってこう決まった鍵盤の音しか出せないけど、笛だとでこう鍵盤と鍵盤の間の音を出すことができて、そういう笛がやりたいなってなんとなく思っていて、で大学に入った時にサークル活動で、アイルランドの音楽のサークルってなかなかないので、尺八と琴と三味線のサークルがあって、この笛を見た時にすごいシンプルだし、やろうと思えばなんか何でもやれるのかも、ゲーム音楽を吹くのにもすごく向いてるのかもって思って始めたのがきっかけです。でもね、サークルでやってみたら琴や尺八で江戸時代の曲とか演奏すると、これすごく奥深い世界があったんだなっていうのを後になって知ることができましたけど、きっかけはそんな感じ。じゃあもしその大学にアイルランド音楽のサークルがあったら、迷いなくそっちに行ってたと思います。ティーンホイッスルってちっちゃい笛とか、あとウィリアムパイプスってこうバグパイプとか、そういうのやってたんじゃないかなと。じゃあもうこの尺八奏者の神永さんは生まれてなかったってことですよね。そうですね、その大学に入ってなかった。すごい。そう考えると本当にご縁というか、尺八は皆さんなんで始めたんですかってお互いに聞きますけど、本当に皆さんそれぞれたまたまの流れがあって巡り合ってるから面白いですよね。面白い。あとですね、第三は優しいですかっていう質問をいただいて。第三って僕のことですね。神永大輔さんの第三ですね。優しいですか？優しいじゃないですか？優しいと思いますよ。もうね、神永さんが怒ってる姿見たことないです。本当にこのカメラ回ってる時だけでなくって、この準備中だったりとか、お酒飲んでる時とか、どんな時でももうこのまんまっていうか、いつもニコニコされていて穏やかで、口調もすごく優しい口調ですもんね。そうですね。この動画が始まった当初はちょっとキャラ作りしようと思っておびちゃんおびちゃんってこう言ってたんですけれど、やっぱり無理ですね。たまにやっぱりおびさんってこう素が出てる感じがあるんで、本当に穏やかな空気に包まれてます。この収録はいつも。それって先生としてはいいんですか？尺八をやる。でももうガミガミ言われてたらそれこそもう嫌になっちゃって、きっともう嫌です、憂鬱ですってなっちゃうと思うんですけど、もう本当にいいところをちゃんと見つけてくださるっていう感じなので、神永さんは。よかったです。優しいみたいです。優しいです。いや、こんな感じで、まだね、いろいろ質問あるんですよね。なので、ちょっともう一回ぐらいね、この回またやれたらと思いますが、今日はここまでにしましょう。それでは、おっす。